じゃあこの海洋ゴミを回収したりするお金って誰がどうやって負担しているのかって皆さんご存知だったりしますか？こちら実際の数字なんですが、例えば長崎の対馬市というところでは年間3万2000リュウベイの海洋ゴミを拾っていったりしているんですが、そこにかかるお金というのは、税金から出されていたりしていますと。約2億8000万のお金をかけて毎年毎年ゴミを拾っていく。だけれども、毎年毎年ゴミはやっぱ流れ着いてしまうんですね。いたちごっこでなかなか抜け出せない現状が今あったりしています。でこれは、対馬の方ではこんな負担がありますよということなんですが、海に面している自治体さんというのは、どこも変わらずやっぱりですね、この海洋ゴミを処理するところに関しての、負担があったりとか、じゃあそれを拾うときに、どういうふうに誰に拾ってもらおうかみたいなところで頭を悩まされたりしているという現状があったりします。G20 サミットっていうのが2019年に、大阪で行われました。でここで、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染、要するにその新たに海に出ていくようなごみを、ゼロにしましょうということを目指す、大阪ブルーオーシャンビジョンというのが作られました。でこれを受けてですね、これはサミットですので、世界的な話なんですけれども、大阪、地元としての大阪でも、これについて協力していかなければいけないということで、プラスチックごみゼロ宣言というものを、作っております。大阪府はですね、リサイクル認定製品認定制度となっておりまして、再生品を使った製品を大阪府の方で、認定をすると、安全性とかを審査した上でいう制度がございます。でこちら今年の8月に、制度を見直したところでありまして、新しい区分いくつかできております。でこのうちのオーシャン第3区分というのがありまして、こちらは漁業系のプラスチック、漁網とかもそうですし、あるいはその、廃棄物、ビーチクリーニングとかで回収された、ゴミから作られた製品というものを新たに認定するという区分を新しく作っております。海のゴミを集めて、分別、粉砕、洗浄、乾燥で原料化で製品化というプロセスを経てですね、多くの企業や本当にいろんな関係者の方と連携しながら技術を高めていくことで、このプラスチックゴミっていうところのコストを抑えたであったりとか、さまざまな製品化っていうところにつながっていって、資源循環をさらに加速させることができるかなというふうに考えています。ここのね、海洋ゴミの大静脈を作るっていうところを一歩一歩、皆さんと協力しながら作っていけたらなというふうに思っております。我々のプロジェクト自体もですね、こうしてジャパンブルーオーシャンプロジェクトということになっておりますが、万博の中で、こういうふうなことを取り組みますよというのを発表させていただいたことを皮切りに、今後いろいろな企業さんだったり自治体さんをつないでいきながら、日本流の海洋ゴミ問題の解決に向けた取り組みというのを進めていけたらいいかなというふうに考えております。第45回全国豊かな海づくり大会なにわの海大阪大会というのが、来年の11月14、15と開催されます。岸和田市、それから泉佐野市で、開催されるんですが、大阪初です。45回やっていたのに大阪では初めて開催されるんで、それに向けて、機運醸成といいますか、どんどん啓発活動していきたいと思っております。皆さんぜひ海持続的にものを食べるっていった美味しいものがあるっていうのも大事なんで、それも全て食べない生き物も食べる生き物もそして大事やということ、そして私たちの生活がなんか我慢して大変になるんじゃなくて、もっともっと楽に暮らせるようにしつつ生き物もたくさん増えれるネイチャーポジティブな世界を頼むね。頼むで任していい頼むではい、ということでぜひ皆さんもですね、お家に帰られたり知ってる方いたら、生物多様性とか、豊かな海知ってるかとかちょっと話題に出してもらって、それから毎日食べるご飯、何かしら皆さんご飯食べてると思いますんで、どんな風な場所にあったご飯もともとあったのかなとかですね、そんなこともぜひ考えてもらったらと思います。こういうお話聞くときもですね、そういうのたくさん知ってるとなんか奥深く見える感じがしますので、ぜひそういうことも知っていただけたらと思います。今日はね、みんなと海についていろいろ話ができるというので楽しみにやってきました。今日ね、今ここみんないるでしょ。今みんなは海の上にいます。このパビリオンもそうだけど、この万博会場って
この世界の万博の中で初めて海の上でやる海上の万博です。なので皆さん、この海の上で豊かな海についてやっぱりみんなで一緒に考えてね、そして僕らの暮らしがあるのも豊かな海があるおかげだから、今日は一日皆さんと一緒に海のことについて、海の大切さについて考えれればいいなと思います。このように私たちは海や山の自然の資源をお互いに利用し循環していくという新たなプロジェクトに挑戦して、海や山をより豊かにしていきます。この活動を行ってみて、遠くから見た緑の山の中にはたくさんの木々、植物があり、遠くから見た青い海の中にはたくさんの生物がいました。私たちはこのたくさんの植物、生物とともに循環式社会を作ることで、より良い自然環境を作り出していけることを知りました。これからも自然を知り、人と環境について学んでいきたいです。海と山ってつながってるということですよね。実は海と山ってなんか別々のようにも見えるんですけど、豊かな海には豊かな山が必要で、豊かな山には豊かな海がつながっている。その自然のつながりっていうのを皆さんがこうやって体験をして、そしていろんな問題とか課題に対してこう循環型でこう再生していこうよという取り組みは本当に素晴らしいなと思います。今はもうスマホの時代でね、スマホ見れば何でも見れるやんかっていう人も多いんですけど、もう絶対そんなことはなくて、こうやって自然に触れて体験して、そして何が大切かを考えて行動すること、これが本当に大切だと思います。はっとひらめくんという良いアイデアがひらめく、これヒラメやもんね。はい、ひらめなんです。はい。で、私と千春ちゃんが被ってるこれは華麗なまこちゃんって名前がついて、カレーはね、右にそうやね。目がついてる。目の位置が逆やからね。ヒラメそうなんです。とカレーは。こっちがひらめで、こっちがカレーになります。ということで、この帽子をかぶってカレークイズをハットちゃんはい、進めていきたいと思います。はいかぶっていただきありがとうございます。はいとってもよく似合ってます。はい大阪府民の 50% が1年間に一度も大阪湾に行かないというこんな結果が出てます。なんでですかね。知事、なんでですかね。これはやっぱり僕が悪いですね。ちょっとね、大阪湾の魅力をちゃんと伝えて消えてないと。ちょっとね、泉州とか本当南の方行ったら素晴らしい海たくさんあるし、景観を楽しむっていうのはこの大阪湾の南港とかそちらでも船が出たりもしてますしね。なのでこれからこの特に万博会場、これ街づくりをしていきます。これ今夢島なので、この夢島からいろんなところに行けるように、大阪湾を夢島から知ってもらえるように万博のレガシーにしたいなと思いますんで。じゃあ行きますよ。大阪湾。海の課題に対して現場の漁師さんがどういう取り組みをしているかっていうのを皆さんに知っていただいて、で美味しいお魚、大阪湾で取れる美味しいお魚をどんどん食べていただく、そういうような連携が今日のイベントを通じてできたらなというふうに思っています。今日のテーマである漁業、それから海洋環境保全という、魚を取る中でも環境を守っていかないといけないよねっていうことを若手チームで声を上げて活動をしたりとか、ある時は全国の協議会とも連携をして国、政府にいろいろな提言をされている、そういう若手チームになります。夏休みはもうずっと港取ったから、はい、もう起きたらもうすぐ港みたいな、学校行くより港取ったみたいな感じやったから、もう自然と漁師するっていう昔からの夢やったっていうかな。大阪湾の魚は美味しいということを、大阪の方でもまだまだ知らない人は多いと思うんで、それを知っていただけたら嬉しいですね。そういう、本当に美味しいんでよろしくお願いします。大阪の漁業者って結構みんなが思っているより多くて、その中でも代表してこうやって喋らせてもらってるんですけど、どんどん年々魚が減ってきて漁業者も減ってきて、どうやっていかに少ない魚で、みんなお金儲けというかそういうのできるかっていうのを若い子らで考えながら、漁をしていってるんですけど、それもなかなか難しくて、大阪湾の、歴史っていうのは結構
古いんですけど、なかなか認知が少なくて、今でも大阪湾って漁師いてるんやとか、何取ってんのとか言われることがすごく多いんですよね。だからその活動を進めていけば、みんなね、取る量も少なくなって、ご飯も食べれて儲けらせてもらえるようになってくるのかなとか思ったりするんで、それをね、みんな矢野君とか、石井さんとか、ね、いろんな人と考えながら取り組んでるんで、これからも大阪湾の漁業の魅力をどんどん発信していきますんで、これからもよろしくお願いします。うまくこう受精している卵っていうのは水に浮いてきますので、途中で小さな、容器に入れてたと思うんですけども、あそこに入れると今日はいいっていう時は全部浮いてくるんですけども、そうじゃないと全部沈んで、その辺で良し悪しっていうのを判断してます。アコっていうのが大阪湾に似てるっていうことをまず知ってもらう、そこが一番大切かなと思っております。放流したところからあまり動かないんで、僕たちもその放流するじゃないですか、で何年か後かに、その辺に網をやったらもうてきめんに取れるんですよ。で安定して取れるようになってますんで、流通価格はちょっと下がったんですけど、やっぱり取れて食べてもらえたらいいんで、とりあえず食べてもらえる機会がもっと出てきたらいいかなと思ってます。海とかのその環境にプラスに作用するようなことっていうのは人間の手でしかできないと思うんですね。他の魚とか他のいろんな生物っていうのは自分たちがより良い生活というか環境を整えようにもそういう手段もなければ知恵もないんで、そういうことをできるのは人間しかないと思うんで、僕はそうやって何か自然にプラスの作用の働きをするような、そういったことを今後やっていけたらうまく自然と付き合ってうまくコントロールしながら魚を供給していくような形っていうのが取れるんじゃないかなというのは僕はすごく感じています。大阪湾の沿岸域をブルーカーボン生態系保全再生創出の取り組みによって、連続したモバ形成を目標としている、大阪湾モバリング構想というものの進捗状況なんかを、説明させていただこうと思います。最終的には2030年度までに、大阪湾の湾オーブというところで、拠点となるような護岸のところでモバ創出を積極的に2030年度までにモバ造成を完了させるということを目標にしております。で、どのようにこの取り組みっていうのを推し進めていくかっていうところいろいろ課題もあるんですけれども、例えば民間企業さんと連携して、さっきの手引きなんかも活用いただきながら一緒に取り組めたらいいなというところで大阪府は取り組みを進めていきたいと考えております。設置後2ヶ月で、先ほどの40日後よりだいぶ本数も増えております。で最後今年の5月ですね、万博が始まって1ヶ月後の状態ですけれども、大きく最大で2メーターぐらいまでわかめが育ちまして、その根元には芽株が大きく育ったと、それも確認できました。海藻が生えているところ生えていないところでの日中の水温の変化がたかが 0.1 度なんですけど、海藻海の中に木陰があるようなものですので、こういった藻場の水温上昇を抑制する機能を定量的に評価した例というのも全国的にも稀になっております。こういった水温の上昇が本当に抑えられているというデータを積み重ねていけば、藻場のこれまでにない新しい価値が見出せると考えております。そして先ほど産学官金融機関との連携ということで、日本政策投資銀行様の方とですね連携を組んで、この藻場の新たな価値の創出に取り組んでおります。汚かった兵庫運河にその 10% しかいないって言われてるアサリがいるって分かった時に、なんかちょっと変わってきて、で仲間の漁師たちと一緒に、兵庫運河を里海にしようと、神戸で一番汚かった海を何とかして自分たちの手で魚がいっぱい住める海域に戻そうと。でそれは漁業者のためだろうと思って動き出しました。兵庫運河ブルーカーボンの認証を西日本で初めて受けてます。で、30by30 って言って自然共生サイトにも登録されました。
こういったですね、水中ドローンがどういう現場で使われているのかっていうところなんですけれども、今日ありましたように、環境の調査ですとか、あとは水中のインフラの点検ですねというところで主に使われております。海づくりの方も水中ドローンをですね、活用してですね、より海っていうところを親しみを持って身近な存在になることによって、そして市民の方を巻き込み、そして最終的には地域の皆さんをですね巻き込んでいくっていうところにですねつながっていけるんじゃないかなというふうに思っております。海草とか海も、それから干潟って書いておりますけど、こういったものがブルーカーボン生態系という名前で呼ばれております。これを大阪湾で増やしていこうという取り組みを現在やっております。でこのブルーカーボン生態系というのはですね、植物ですので、CO2 を吸い取りますということで地球温暖化対策にもなると。でまたこれ草ですから魚が卵を産んだりとかですね、生き物の住処になるということで生物多様性にも貢献できるということとか、水質の浄化、いろんな効果があります。もちろん天然でしっかり海がきれいになってお魚がいっぱい取れる、ずっと取り続けられるということが一番望ましいんですけれども、やはり今のこの皆さん感じていただいているような温暖化とかになってくると、お米もそうですけれどもお魚もなかなかその南にいた魚北上していってしまってまして、なかなか取れなくなってくるということで、今回あえてですね天然のお魚は使わずに養殖 100% でお寿司を作っていったらどうなるんだろうということをチャレンジしました。でそれを、明日の魚シリーズ、全部でメニューは130から140ぐらいあるんですけど、その中の11品ぐらいがこの明日の魚ということでチャレンジしています。で例えば左下にあるような陸上養殖のウニとか、右下のような地球の温暖化による海水温の上昇があったとしても、適用できるようなヤンバル水とか千年代というようなお魚、こういうものをお店の方では取り揃えております。従来の航空燃料は、石油、化石燃料から作られています。でそういって化石燃料の特徴としてですね、ごめんなさい、左下にありますけども、二酸化炭素の排出量が多いというのが特徴になっています。エネルギーはすごいいっぱい得られるんですけども、二酸化炭素の排出量がどうしても多くなっちゃいます。でこの SAF 持続可能な航空燃料はですね、原料として石油以外のものを使います。でそれが例えば、ここにあるような使用済みの油であったり、実は油以外もですね、木とか草とか、本当に一般的な都市ごみとかいろいろなものが原料になるんですけども、そういったものから航空燃料を作って、燃料にできますと。でこういったものからですね作ったものがですね、二酸化炭素の排出量が、従来のですね航空燃料に比べて非常に少なくて環境に優しいということになっています。それを実現するために我々始めた活動がこのフライトゥーフライプロジェクト。最初のフライは油で揚げるのフライですね。で次のフライが飛ぶフライで、使った油で空を飛ぶというプロジェクトを今展開をしていて、こちらにはですね今260を超える企業さんとか自治体さん、あるいは団体さんが入っていらっしゃいます。本当に実現したんですよと今つなぎをいただきました。で、初めて2025年今年の5月ですね、関西空港からその実用化量産化されたSAFですね、国産SAFのサプライチェーンが始まりました。でここ使った油で空を飛ぶびっくりマークついてますけれども、本当にこれ飛んだんです。なのでこれまたびっくりマーク消していただかないといけないかもしれないですけど、本当に飛びました。関西空港から飛んでいただきました。日本の中で初めて、国産で、堺ですね、大阪にプラントを作って、そしてこの大阪から初めて飛ばしていただいたんです。それが関西空港を選んでいただいて、飛ばしていただきました。日本を、世界を少しでも変えるために皆さんも活動しませんか？難しいことではないです。道に落ちているゴミをゴミ箱に入れる、ポイ捨てをしてしまっている人もゴミ箱に捨てるなど、身近なことでも今日聞いていただいた人たちが行動に移すことで、それを見た人も行動に移すと思います。このような活動が広がっていき、美しい豊かな海になることを我々一同は心より願っています。2030年までに陸と海の 30% 以上を保全区域にする、保全区域として設定する、これを世界各国でやっていけば、おのずと全世界の、地球全体の 30% ずつが、それぞれ保全区域になっている。これが30% っていうラインが
ネイチャーネガティブをポジティブに持っていく、最低限のラインだろうっていうのが国際会議の中であらゆる研究者たちと議論して積み上げた数字でした。日本もじゃあそれに向けてやっていかなきゃいけないというところが一つミッションとして上がっています。ジャパンブルーエコノミー技術研究組合理事ってなってますけど、これ実はブルーカーボン、皆さんここに座っていらっしゃる方はご存知だと思いますけど、ブルーカーボンを全国に広めていく、あるいはそういう地域を作っていこう、それからさらにブルーカーボンをクレジットということで、お金に換算するんですけど、そういうことを審査をしようとしているという団体です。国交省の外郭団体になります。今日は先ほど環境省さんの大きな話があったんですけど、私は実は2011年東日本大震災のあった年ではあるんですけれども、その時に横浜市の職員でして、ブルーカーボンを始めました。ですからブルーカーボンとか今里海とか令和の、海業だとかいう話の実は旧石器時代ぐらいの話から始めたいと思っています。大阪ゼロカーボンスマートシティファンデーションということで、もう丸4年ほどなりますけども、作られたのが2021年で、一言で言うと、地域の脱炭素を推進するために一般企業だけでも民間企業だけでも役所だけでも取り組んでもなかなか進まない地域全体でそういう機運を高めていく必要があるだろうということで、官と民が連携して、地域脱炭素を推進しましょうということを目的に作った団体で、大阪府さんと一緒に2021年の7月に設立しました。現在会員さんは全国いらっしゃるんですけども、3000を超える団体の皆さんにご参画いただいておるプラットフォームでございます。港まちづくりキットといいまして、文部科学省推奨で私が公立大の方で監修しました。これ子どもたちがまちづくりに興味を持ってもらうためのペーパークラフトです。これ港区さんと連携して、港区のランドマークをすべてここにメトロもあります。これを全部ペーパークラフトで作れるというのを今日展示してますし、後でお客様にペーパークラフトをここで子どもさんに配るようにしておりますので、文科省推奨の港まちづくりキット、これを後で皆さん持って帰ってください。大阪市の此花区に、本部がありまして、西淀川区、港区、此花区と支部があって、漁業を営んでおります。まずこれは、大阪市だけじゃなくてですね、大阪湾に、の海の紹介ということで、まずは、こちらを紹介させていただきます。大阪湾で、どういう魚が取れるかということを、食で、この大阪府の水産課が作った冊子なんですけども、魚が取れるっていうことよりも、どういう食の魚が取れるかということを写真で表した方が分かりやすいということで、こういうふうに食べ物として作っています。大橋とあと川間を渡し群れと、渡し群れで要は対岸を行き来しとったと、これが大きな大阪の港の特徴だと考えています。そしてその中で特に今紹介しました大橋関係と、渡し船、これが大阪の港の景観が特に象徴されるところだと思っています。1期の区域なんですけれども、今ここが万博ですね。2期と3期のところ万博やってるところです。この1期の区域では、これも皆様ご存知の通り、今もう IR ですね、大阪 IR が計画されておりまして、2030年の秋頃には IR、ラグジュアリーなホテルだったりとか、あるいはマイスとか含めてですね、 IR が計画されている2030年の秋頃ということは、この夢洲万博跡地にはこういったエンターテインメントだったりとか、さまざまなにぎわい施設と同時に IR だったりとか、この大阪のこの夢洲一帯としてですね、とにかくこうにぎわいあふれるまちづくりが今進められようとしているところでございまして、この大阪湾で私たち何してんの？まずさっき言いましたゴミ拾いをしています。今まで拾ったゴミが240トンです。240トンでどれくらいなの？実は自由の女神外側の重さが、1人100トンやから2人分とこのお股の辺です。そんだけ拾いました。で私たちはその中でまた
こうやってアマモっていう草を育ててるんですよ。アマモっていう草はご存知ですか？海のゆりかごと呼ばれていて、魚が休憩したりで、ちっちゃな魚がかくれんぼして大きな魚に食べられへんようにしているところです。特に大阪を中心にですね、いろんな団体と連携して、豊かな海を作っていこうということで今、活動を行っております。で、主な活動はですね、プラスチックは悪ではなくて、プラスチックのことを、有識者の人から、方からいろいろ情報を聞いてそれを発信したりとかですね、あとはプラスチックに関するセミナーを開催したり、あとですね、先ほど那須さんの方からお話ありましたそういう河川とか海に行って、クリーン活動をしたり、プラスチックのことを、考えるワークショップっていうのを開催しています。その音バーンって爆発してもうたんや。亀さんの中やばいやん。みんななんでやばいかわかる？そうやねん、これはプラスチック。亀さんのお腹の中にプラスチックがあんねん。これプラスチックっていうん？爆発でもないしクラゲでもないん？そうやねん、プラスチックっていうのは生き物のお腹の中に入ったら何も食べられへんくなんねん。